こんにちは。こんにちは。今回は、とうに願望成就した自分がそんなところでつまずいている場合じゃないです。今回のタイトルはちょっと長めですね。はい、長いです。とうに願望成就した自分っていうのは、なんかちょっとわかるようでわかりにくくないですか？そうですかね。そしたらまず、初めて訪れる方もいるので、潜在意識の願望実現について簡単でいいので教えてください。はい。潜在意識はそう思うからそうなる。思ったらそうなるというシンプルな法則です。これを恋愛に当てはめると、彼とラブラブと思うから彼とラブラブになるとなります。はい、そうですね。はい。で、彼とラブラブという思いの方を決めることが大切だよと言ってます。そうですね。彼とラブラブっていうのは、彼ととうに復縁した先、うまくいった先に、彼とどうありたいのかを決めてくださいっていつも言ってますよね。はい。とうにうまくいってる自分っていう話と、今回のとうに願望成就した自分って同じことですか？はい、そうです。同じです。なるほど。まあでもそうだよね。とうにうまくいってる自分って、まあとっくに願望成就した自分だもんね。イコールになるよね。つくづく思いを設定するときって、とっくに願望が叶ってる自分として設定してねってことなんだね。もちろんです。そうなんだよね。そうなんだけど、どうしても今はまだ復縁してないっていうところをスタートにしがちなんだよね。だけど、とっくに願望が叶ってる自分として設定する。まずはここは改めて押さえておきたいよね。はい、もちろんです。その上で、とっくに願望成就してる自分がそんなところでつまずいてる場合じゃないっていうのはどういう意味？そんなところって現実の彼の言動を見て、ああでもないこうでもないやっぱ無理みたいにやってる場合じゃないっていう意味？ビンゴ。ヒロルさん、今日むちゃくちゃ冴えてるからおしまいにします。というのはまあ冗談なんですけど、ちょっとこの話をしておこうと思いまして、過去動画でやってたらすいません。なんせ280本以上だっけ作ってるので、忘れてるのもあるんですけど、はい、どんなお話ですか？はい、恋愛に関係する話ではないんですけど、以前ツイキャスとかではたびたびお話ししていて、反響もあるので、一応ね、動画としてもお伝えしておいていいかなと思ってて、めぐるのね、就職話ですね。はい、めぐるが何十社も落とされた話ですね。はい。私はもともと本を作る仕事に関わるっていうのは、14歳ぐらいで決めてたわけですね。あとは、どこで働くかだけでした。はい、そうでしたね。はい。で、就職活動は手当たり次第、出版関係にアタックするんですけれども、何十社と落ちまくったんですね。はい。何十社ってきついよね。だからそこなんですよ、いるるさん。そこ。はい。きつくなかったんですよ。いや、それはさすがに強がりでしょ。1社2社ならともかく何十社ですよね。いや、いるるさんだったらへこみますか？その場にならないとわからないとはいえ、何十社も落ち続けたらさすがにへこむと思います。どうしてですか？だってずっと出版に行きたかったのに、門前払いのようなもんじゃん。そしたら私は向いてないってことかなとか、いろんなことがよぎりそう。っていうか、向いてるか向いてないかなんてさ、社会人になる前の段階でわかるわけないじゃないですか。いや、そうなんだけどさ、向いてないだけじゃなくて、ここまでたくさん落ちるなら、別な仕事に就くべきなのかなとか、そういうこともよぎりそうって思って。よぎりませんでした。それなんで？本当になんで？なんか強がってるわけじゃないよね。
逆にこっちが聞きたいですね。イルルさん、なんで何十社落ちたぐらいでへこんだり、向いてないかもとかよぎらせなきゃいけないの？改めて言われるとわからないけど、でも何十社も落ちるっていうのは人生の中でもインパクトのあることだと思うからさ。確かにね、そうですよね。でもめぐるは先ほども言った通り、14歳で本を作るって決めたわけですね。でそれは潜在意識を知った今、強引に当てはめれば思いとかあり方に当たると思うんですよ。本を作るって本当に純粋にそれがやりたいと決めたわけです。だってすごいやってみたかったからね。はい。最初ってそこが出発点になるよね。それなのになぜかライバルがいっぱいいそうとか、私なんかにできるわけがないとか、だんだんと萎縮して結局自分にはできないみたいになっちゃうことがあるんだよね。それもないですね。そうなの？はい、ないですよ。だって自分が本を作ると決めた以上、本を作るのがもっと上手い人はいるかもしれないですよ。本をもっと売る人もいるかもしれないです。もちろんそういう人は素晴らしいし尊敬しますけど、でもだからといって自分がやらない理由には全くならないですよね。そうだよね。はい。だってさ、自分がやりたいんですよ。それだけです。以上も以下もないんですよ。もう以上だけど。本を作ってそれをたくさんの人が読んでくれて、もしかしたらですよ、元気が出たら最高だよねみたいな、そういうあり方のようなものは漠然と抱いていたわけです。で、昔、建築関係の彼氏がいた時があったんですけど、喧嘩した時に、めぐるの仕事は衣食住に関係ないでしょみたいに言われたわけですよ。で、それ結構引っかかってて考えたこともあったんですけど、衣食住に関係なくてもさ、要は生命に直結するわけではないんだけれど、本というものがあることで、誰かの幸せに直結するかもしれないとは思ってるわけです。そういう世界だったら素敵だな、みたいな。なるほどね。でもまさにそれがあり方だね。こういう自分でありたい。仕事を通してこんな風な自分になりたい。それを早々と決めていたってことだね。はい、そうだと思うんですね、多分。で、あり方を決めた人間っていうのは強いんですよ。これこそ恋愛のあり方、復縁した後のあり方と同じだと思うんですけれど、自分はこうするんだって決めたら、彼の言動でいちいちつまずいてる場合じゃないし、つまずくはずないんですよ。さっきの就職活動と同じで、自分は本を作るんだって決めたら、現実でたくさんの会社から門前払いされること、そんな些細なことでつまずいてる場合じゃないんですね。そうなんだよね。そうですよ。どうして自分はこうあるんだ、こう生きるんだって決めたのに、それを目の前の些細な現実でいちいちつまずかなきゃいけないの？いや、些細な現実とは思えないんですよ。すごく些細な現実ですよ。あえて言いますけど、超些細な現実です。だって自分はとうにうまくいって彼と仲良く楽しく過ごしてるはずですよね。で、それって自分にとって最高に楽しい生き方なんでしょ？それをどうしていちいちの現実のあれこれとか、そういうものに振り回されて撤回しないといけないんですかと。そっちの方がよっぽどおかしいんですよ。確かに。でもそれほどあり方を一旦定めたら強いってことだね。もうね、揺るがないですね。だって自分はそれをするんですから。それを体験するんです。就職活動でまさかの本作りができない環境下に陥りそうにはなりました。でも、できないとは1ミリも思っていませんでした。だって自分は本を作るんですから、決定事項ですよ。自分が決めたんだから。いや、ほんと取り下げないね、断固。でもね、それも断固取り下げないと踏ん張るみたいな感覚では実は全くないんですね。
現実全然違うな、おかしくないって感覚ですね。自分の決めたことがそうなってないけど、現実のそっちの方がおかしいんだからいちいち気にしてられないよみたいな感じ。まあ言語化はなかなか難しいけどそういう感じです。はい。なんとなくわかります。それほど思いが絶対っていうことですね。そこまで思いが絶対になると、現実のあれこれがどんなに自分にとって悪く見えても、もう気にならないんですね。悪くも見えてないんですよね。なんというか、ただ何十社落ちただけ。それだけでしたね。だって自分は本を作るんですから。そんなところでつまずいてられないんです。そんなところでつまずいてる場合じゃない。本当そうですね。本当にそうです。つまずいてる場合じゃないですよ。なぜならあり方を決めたから。それを貫けって話がしたかったんです。はい、本当ですね。でもその思いに居続ける感覚、つかめた人もいるかもしれないですね。いいけどね。はい。はい、というわけで今回はこの辺で。ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお願いします。お願いします。